こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金として地域観光魅力向上事業についてご紹介をしていきたいと思います。最近は円安といったところもありまして、訪日外国人の客数が過去最高を更新し続けているという状況で、インバウンド需要というのが非常に強くなってきている。ただその恩恵を受けるのは多くの場合首都圏であり、地域に関してはそれほど恩恵を受けていないというところも多いのではないでしょうか。そういったところを対象にですね、今回地域観光魅力向上事業の方をご紹介をして、地域観光の魅力をアピールしていって、首都圏に負けないような取り組みをしてほしいというふうに思います。今回の概要ですけれど、まずはインバウンドの分析について行っていきたいと思います。そして今回ご紹介をする地域観光魅力向上事業。こちらはインバウンドだけを対象にしたものではなく、国内での日本人に対しても旅行客の誘致といったところを対象にしておりますけれど、この事業の概要について、そしてこの向上事業の補助要件、また審査がありますので、審査のポイントについて取り上げ、最後に注意点とまとめという形になります。まずはインバウンド分析ということで、訪日外客数につきましては、2024年については3686万人ということで、過去最高を更新をしているという状況。そして、これらの訪日外客につきましては、ではどこに泊まっているのかというと、多くの場合、東京、大阪、京都、福岡、千葉、神奈川といった首都圏が独占をしているという状況で、地方に、来て宿泊をするという方が非常に少ないという状況。こんな中でですね、今回ご紹介をするのが地域観光魅力向上事業という形になります。この事業につきましては、将来にわたって持続的に地方誘致客が促進されるように、地域資源を活用した収益性が高い、独自性、新規性のある観光コンテンツの開発、そして適切な販路開拓、情報発信を総合的に支援をしていくものという形になります。ここに書いてある観光コンテンツ、どういったものかと言いますと、具体的にはですね、地域事業者で地域に連携をして、持続的に実施するツアーですとか、体験等の観光について、その内容を作っていくといったものが観光コンテンツの開発というふうに考えているようです。そして、この事業の補助につきましては、最低事業費が600万円になっておりまして、補助につきましては400万円までは定額という形。そして400万円を超える部分に関しては補助率2分の1といった形で補助上限は1250万円という形になっております。そして、この地域観光魅力向上事業については、類型が2つありまして、販売型と言われるものと、新創出型と言われるものの2種類。応募にあたってはですね、両方応募することはできませんで、どちらか選んで応募するという形になりますが、販売型に関しましては、醸成した観光コンテンツを販売すること。そして、新創出型につきましては、新たな観光コンテンツの造成及び販路の構築という形で、多くの場合はですね、新創出型が多いのかなというふうに思いますが、この2種類という形になっております。では、この地域観光魅力向上事業の補助要件ですけれど、まずはですね、経費に関しまして、大きく3つ分かれております。そして今回類型が2つありますので、そのマトリックスで見ていただければと思います。まずですね、観光資源を利用した観光コンテンツの造成にかかる費用という形で、やはりですね、ワークショップですとか、あとはガイド、観光イベントの実施に関する費用といったところ、そしてそれに伴う物品の購入、設備の導入に関わる経費といった形で、物品の購入、設備の導入ですね。こういったものも対象の経費になってくる。そして、それを売って販売、プロモーションしていくことになりますので、販売基盤の整備ですとか、プロモーションにかかる経費、こういったものが対象にはなってくる
という形ですが、ここでですね、注意をしてほしいのが、新創出型につきましては、経費割合というのが決められておりまして、経費の項目の観光資源を活用した観光コンテンツの造成にかかる経費に関しては、全体の 50% 以上という形で制限がありますので、ここをクリアするような形で事業計画を作ってほしいと思います。そして、こちら、申し込みにあたって審査というのがあります。もちろん事業計画を作成をするという形になりますが、ただ、やはり地域の観光を盛り上げていくといったものですので、採択につきましては 80% は地方部という形でルールが決まっておりますので、地方の方がより有利な形になるという形になっております。では、事業計画作成をして提出をして審査を受けるといったときに、どのようなところが見られるのかと言いますと、まずですね、持続可能な観光地域づくりへの寄与という形ですね。この場合、ターゲットは国内観光客ですとかインバウンドですね。こういったところを対象に観光地域づくりに貢献をしていく事業内容になっているか、そういったところが見られてくる。また2つ目として独自性、新規性といった形で、新たな観光コンテンツを醸成するものという形になっております。したがって既存の観光コンテンツを活用したものという場合は、審査上認められないという可能性があります。また3つ目としては具体性、計画性ということで、やはり作ったものがですね、実行できないという形ではもう困りますので、その実行可能性、そういったところを考えた上で、その作ったものが観光客に本物の体験を提供するものであるか、本当にやれるのかといったところですね。そして4つ目として実施体制、持続性。今のリソースの中でそれが実施できるのか、実行できるのか、また実行し続けられるのか、そういったところも見られてくる。そして5番目に収益性。もちろん赤字事業では持続可能ではありませんので、やはりこの事業を進めていく上で収益性があるのかどうか、そういったところは販売価格ですとかコスト、そういった販路といったところは具体的に計画されておいて、賃金上昇もポイントになってくるので、収益性が上がっていって賃金も増える。そういった事業計画の作成が必要になってくるという形になっております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、第1回の公募につきましては3月の3日から4月の18日となっております。今回ですね、この一次公募に間に合わなかったという方もいるかもしれませんけれど、まだ正式に発表は現段階ではありませんが、6月に二次公募を実施する可能性もあるという形になっておりますので、この事業に申し込もうという場合はですね、よく情報をチェックしてもらえればと思います。そして、やはりですね、地域観光で地域を盛り上げていくといったところではありますけれど、地方においても人手不足といったところは非常に深刻ではあります。そういった場合はですね、首都圏の人材、リモートワークでの活用ですとか、外国人雇用の活用も考えてほしいと思います。外国人雇用に関しましては、特定技能制度、どんどん今対象領域が広がってきている。また、技能実習制度が廃止になって、育成就労制度創設に向けて議論が進んでいるという形になっておりますので、やはり外国人観光客が地域に来た場合には、外国人労働者で母国語で喋れるというのも非常に重要なポイントかもしれません。そういったところも含めてですね、今後の地域の事業の活性化を取り組んでほしいと思います。ますますですね、地域の魅力をアピールして販売をしていって、地域経済の活性化、そして雇用の創出、賃上げ、そういったところを進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。